機体名コナンガンダムコナングンダム。主要武器メガディテクターアイ。頭部センサーとメガネフレームに組み込まれた複合解析装置。熱源、足跡、音響波、波動、思念まで読み取ることが可能。不可視の敵や隠された罠も看破する真実の目。特徴人工知能型真実追跡 OS。ディテクティブ OS を搭載事件の状況を自動で推論、再構成する思考演算プロセッサを搭載。事件現場に残された物証から行動再現シミュレーションを行い、数百万の可能性から真実を特定する。開発目的戦場での諜報、謀略、内定任務への対応を表向きは学術分析特化型モビルスーツとして開発されたが、実際は情報戦における尋問や推理戦を行うためのプロトタイプ、味方のスパイ活動の補佐や敵の謀略の追跡を行う。世界観での位置づけ、真実はいつも一つを掲げる謎多きスーツ。機体自体は小型で子供のような体躯をしているが、膨大な情報処理能力と分析スキルを有する軍の頭脳。一部では少年探偵モビルスーツとして民間伝説化されているが、その正体は軍の最高機密。機体名万里の頂上ガンダムグレートイウォールグンダム。主要武器連石弓連ド片目画棒。大型の救助武器で機体の背部装甲に搭載された石弾やエネルギー矢を連続で射出可能。長距離砲台のような運用も可能で、矢には各種属性を付与できる。炎、風、雷など。特徴要塞装甲広域結界展開システム搭載。両肩や腕、頭部には城郭を模した堅牢な外装が施され、まさに動く城。さらに防御フィールド頂上結界を展開し、部隊単位での防御支援も可能。圧倒的な守りのスペシャリスト。開発目的国境、辺境の防衛と監視、魔獣の侵入阻止長距離索敵能力と膨大なエネルギー耐久を兼ね備えた本機は、敵の侵入をいち早く察知し、迎撃足止めを行うことを目的に開発された、いわば動く頂上そのもの。世界観での位置づけ、伝説の守護神機として語り継がれる巨体とある大陸の東端に築かれた機械と城の融合こそがこの機体の起源。住民の平和を守り、幾度もの侵略を食い止めたことから神格化され、守護鬼神として祀られている。機体名スフィンクスガンダムスフィンクスグンダム。主要武器左陣波動砲オベリスクレイ。胸部に搭載されたエネルギー波動砲。静止時にエネルギーを貯めることで地平線をも吹き飛ばすほどの一撃を放つ。かつて神罰の光と恐れられた。特徴不動形態と覚醒形態の2段変形型。通常はスフィンクス型の静止形態で砂漠の守り神として機能。特定条件を満たすと内部から本体が覚醒し立ち上がる。その際、古代の秘術がエネルギーとして展開される。開発目的古代文明による守護兵器、遺跡防衛と知識保護。失われた英知やエネルギー資源を守るために作られたと言われる。侵入者には静かに対応し、敵意がある者には圧倒的火力で制裁を加える。世界観での位置づけ、眠れる兵器と呼ばれる神話級 MS。誰もその内部構造を解明できていないため、各国が神殿のように扱って手出しを控えている。ごく稀に選ばれし者が近づいた時のみ覚醒するという言い伝えがある。機体名梅干し食べてスッパマンガンダムソーマングンダム。主要武器スッパインパクト梅核弾。巨大な梅干しの種を模した弾を投げつける投擲兵器。衝撃とともに酸味波が周囲を包み、敵の動きを封じる特殊効果を持つ。特徴酸味ブースト搭載の感情共鳴型強化機体。梅干しを食べることで酸っぱさパワーが蓄積され、最大値に達すると怒涛の高速突撃モードへと突入する。目つきが極端に鋭くなり、敵味方をビビらせる。開発目的食育と地域防衛を兼ねた正義のご当地ヒーロー。ガンダムバイ農家の守護神として開発されたが、徐々に町おこしイベントにも引っ張りだこになり、
現在は笑顔と酸味の伝道師として活躍中。世界観での位置づけ、ユニバーサル・ローカル・ヒーロープロジェクト、ご当地ガンダム計画の一角、各地域の特産品を象徴するガンダムたちの一体で、紀州地方を代表する存在。酸味のバフがかかった味方は戦闘力が 1.5 倍になるという噂も。機体名キノコの山ガンダムキノコノーヤーマグンダム。主要武器チョコバレルブラスター。甘味ビームとクラッカー弾を切り替えて発射できる二重構造の銃。敵のセンサー機能を一時的に無効化する甘味干渉波も搭載。特徴チョコとクラッカーの複合装甲。高温に耐えるチョコ部位と軽量なクラッカー素材が融合した構造。見た目と実用性を兼ね備えたバランス型モビルスーツ。開発目的お菓子陣営内の対立を和らげるため、平和的イメージを前面に打ち出した中立象徴機として開発されたキノコ葉支持層の象徴でもある。世界観での位置づけ、お菓子大戦にてタケノコの里ガンダムと人気を二分する主力モビルスーツ。現在は中立菓子連盟の精鋭部隊に所属し、食文化の調停と防衛任務に従事している。機体名ひまわりガンダムひまわりグンダム。主要武器ソーラーフレアキャノン。巨大なひまわりの花びらに見える周光ユニットを展開し、太陽光を集めて強烈な熱線を放つ。照射中は背面のリーフスラスターで冷却と姿勢制御を行う。特徴自然との共生型バイオアーマー。全身に植物由来の自己修復装甲を装備。戦闘時も周囲の環境を壊さず、自らが太陽光で機能を維持するエコロジカル MS。開発目的戦災で荒廃した土地に再び緑を取り戻す緑化作戦の一環として開発された特殊任務用機体。戦闘と復興支援を両立するためのモデル。世界観での位置づけ、アグロプラント連邦の象徴的存在として多くの民間人からも愛される英雄機。戦闘では敵のエネルギー供給ラインを断ち、自然再生区域の確保を優先する。機体名牛乳を注ぐ女ガンダムグンダムで例。主要武器ミルクリペアカノン。液体金属状のエネルギーを射出し、味方機の装甲を再構成修復する慈愛のビーム。攻撃にも転用可能。特徴補給、回復に特化した支援型 MS。戦場で損傷した機体やパイロットを癒す存在としてメディカルユニットと農業支援ユニットを兼ね備える。開発目的被災地や戦争後の荒廃した地域において食料と医療の提供を行う平和維持活動の中核機体。特に戦わないガンダムとして民衆に愛される。世界観での位置づけ、中立的援助機関のアセルビスが運用する特殊型 MS。戦闘を拒否し、あくまで生活の安定に貢献する存在であり、戦場で見かけると敵味方問わず一時停戦が行われるという逸話すらある。機体名ド発点をつくガンダムグンダムアイラテンペスタ。主要武器フレームスパイラルラッシュ。怒りのエネルギーを灼熱の渦として放出し、全身から爆発的な推進力と破壊衝撃波を生み出す突撃技。一度発動すれば敵味方問わず周囲を焼き尽くす。特徴土器による出力制御システム搭載。パイロットの感情に応じて性能が変化する開放型サイコミによって怒りが頂点に達した瞬間に戦闘能力が数倍に跳ね上がる。開発目的絶望的戦況を打開するため怒りを燃料とした超限界突破型ガンダムとして開発された。生還率は低いが圧倒的な火力で敵戦線を粉砕する。世界観での位置づけ、敗戦続きの辺境惑星にて秘密裏に投入された切り札機体。パイロットには月光遺伝因子を持つ者しか乗れず、精神的限界を超えた先に神の一撃を発動する。機体名セーラームーンガンダムグンダムセーラーレイディアント。主要武器ムーンティアラジャスティス。機体の月型エンブレムを回転投擲し、月光を帯びたエネルギーブレードで敵を浄化する遠隔必殺技。
コロニー間の通信干渉すら貫通する高純度のフォトン波を発する。特徴変身型エネルギーフィールド装備。戦闘開始時、トランス・セレーネモードに変身し、光と愛の力を最大限に増幅。周囲の味方機体の士気上昇、走行再生など支援効果も持つアイドル機体。開発目的コロニー間の和平と心の調和を目指し、心理戦に特化したモビルスーツ。敵勢力への感情干渉を通じて無血勝利を狙う非殺傷型の外交的存在。世界観での位置づけ、宇宙世紀の闇を照らす月の女神として密かに伝説化されていた機体。連邦とジオンの均衡が崩れた時、愛と正義の象徴として星の海に再臨する。機体名メイドガンダムグンダムメドレイヤ。主要武器ハウスキーピングビームモップ。実体武器とビーム兵器を兼ねた掃除用モップ型兵装。敵を吹き取るようになぎ払うことで戦場を清める。特徴ホスピタリティ OS 搭載。戦闘補助 AI メイドロイドコアが内蔵されており、味方機の状態を常時モニタリング。整備、支援、移動まで一機でこなす高性能支援型モビルスーツ。開発目的戦争で疲弊した兵士たちの心と体を癒す戦場のオアシスとして設計。特に長期遠征や閉鎖環境での指揮時に効果を発揮。世界観での位置づけ、連邦軍の極秘プロジェクト人機共感計画の一環で誕生。高性能な戦闘能力を持ちながらあくまで使えるものとしての役割を貫き、忠義と献身で幾多のエースを支えてきた影の立役者。機体名今日は偉い水虫界伝伝ガンダムアスリーツフットグンダム。主要武器蒸れたブーツクラッシュ。戦闘中にブーツを脱ぎ捨て、むき出しの足裏で地面を踏み抜く特殊攻撃。足の裏からは謎の熱気と周期が発生する。特徴生圧縮動フレーム。最新のナノセンサー皮膚走行スキンアーマーマークを試験的に搭載。だがメンテナンス不足で異常な菌類が繁殖し、周期兵器と化す。開発目的本来は走行と感覚の一体化を目指す先進的な実験機だったが、現場での整備怠慢と靴下未装着によって極めて人間臭いトラブルを引き起こした。世界観での位置づけ、東方戦線大阪拠点の試験部隊にて極秘運用。地元民からは足草戦士として親しまれている。戦うよりも存在感で敵を威圧するのが主な任務。機体名アイドルガンダムアイドルグンダム。主要武器ピンクビームマイクロフォン。高周波ビームを発するマイク型兵器。音波と熱線を同時に放出し、敵機のセンサーを混乱させながら観客のハートも撃ち抜く。特徴光学エフェクトスカート&感情同期システムライブ。ステージ仕様の交際スカートとパイロットの感情と連動するシンクロハートシステムにより、観客との一体感を演出しつつ戦場でも圧倒的なカリスマ性を放つ。開発目的戦場に希望を届けることを理念に開発された次世代メンタル C 円型 MS。 前線兵士の士気を上げるアイドル活動と敵陣への心理的威圧を同時にこなす新ジャンルのモビルスーツ。世界観での位置づけ、銀河規模の戦争で疲弊した人類に笑顔を届ける戦場のアイドル。敵味方問わずファンが存在し、交戦中にアンコールが起きることもしばしば。特別ステージでは一時停戦が認められる。機体名9色のオバワンガンダムランチレイディグンダム。主要武器ジャイアントオタマスプーン。高圧スープビームを発射可能な多機能オタマ。敵にも熱々の愛情を込めて提供。特徴衛星完備型エプロンユニットメシマモールシールド。調理衛生管理を徹底し、栄養バランスの整ったエネルギー補給食を戦場で即座に提供する機能を搭載。開発目的過酷な戦地で疲弊する兵士たちの健康維持と精神的ケアを両立させるため開発された食育支援型モビルスーツ。食の温かさで繊維を維持。世界観での位置づけ、最前線部隊に配備される特別支援機。
食料補給、炊事、防衛まで全てこなす戦場の胃袋の守護神。子供兵士の多い地域では伝説的存在とされ、通称救援の愛称で親しまれる。機体名最後の審判ガンダムファイナルジュッジメントグンダム。主要武器審判の剣ソード・オブ・ジュッジメント。いかなる装甲も貫き、罪ある者を断罪する神聖の剣。輝く光をまとい、戦場を照らす。特徴天秤型バランサージャスティススケール。味方、敵を問わず、その行いを図り、正義にかなった者には加護、不義の者には制裁を下す。開発目的宇宙世紀における終末思想をもとに戦いそのものに裁きを下す存在として設計された最終心理型モビルスーツ。戦争の終焉を担う機械仕掛けの神。世界観での位置づけ、最終戦争終結後に現れた機械の天使として伝説となった存在。連邦ジオンの区別なく全ての兵士に最後の問いを投げかける。その姿を見た者の多くは自らの行いを悔い武器を置いたとされる。その剣は許しのために、その天秤は真理のために。戦いの果てにただ裁きがある。天より現れしガンダム、その名は最後の審判。すべてのトガトガを照らす鋼の神。機体名忍者ガンダム忍者グンダム。主要武器隠密2頭、霞切りと影打ち闇に紛れて敵を葬る相当。超軽量金属と高周波振動機構により一瞬のうちに敵を切り伏せる。特徴分身術ホログラムカモフラージュ搭載。数秒間の光学分裂によって最大5体の残像を生み出し、敵の追跡や攻撃を撹乱。隠密行動と奇襲を得意とする。開発目的敵軍の拠点破壊、諜報活動、要人暗殺などを目的に設計された隠密特化型 MS。小型ジェネレーターと消音型スラスターを搭載し、気配そのものを消し去るステルス性能を持つ。世界観での位置づけやミオに現れ、朝露と共に消える影、そう謳われる伝説の隠密機。旧日本の伝統文化を参考に開発された機体であり、平時は村人として紛れ込み、戦乱の兆しとともに現れる。その存在を知る者は少なく、忍者ガンダムの名すら噂でしか伝わっていない。機体名ソロキャンプガンダムソロキャンプグンダム。主要武器マルチツール式ヒートナイフ焚き火用の剣人。戦闘よりも生活に特化した装備で木を割り魚をさばき、時には敵を切る。特徴自己修復型外装ポータブル焚き火炉搭載。長機能や鋭活動にも耐えうる構造で、機体内部に蓄えた熱を利用して暖を取ることも可能。整備不要で山ごもりか。開発目的戦争で心をすり減らしたパイロットのための療養用ガンダムとして極秘に開発された試作機。過酷な戦場の最前線から距離を取り、自然と向き合いながら自己回復を促す目的を持つ。世界観での位置づけ、戦争終結後消息を絶ったとされる伝説の機体。森の奥、誰も知らないキャンプ地で今もなお焚き火を囲んでいるという噂が残る。その姿は戦いから解放された英雄の証とも言われている。機体名キャンサーガンダムキャンサーグンダム。主要武器クラブクローアームユニット左右両腕。超高質の広角からなる巨大なハサミはビーム兵器すら防ぎ、重装甲の敵機を一撃で粉砕する。特徴水陸両用広角走行システム深海での戦闘能力を持ちながら、陸上では高い機動力と耐久性を併せ持つ。広角上アーマーは自己再生機能を持ち、ダメージを徐々に修復する。開発目的沿岸侵攻および水際戦闘に特化した星海剣ガンダムシリーズの一機として開発。特に敵軍の潜水艦基地への強襲と防衛拠点破壊を主任務とする。世界観での位置づけ、ジオン残党の生物兵器研究部門と地球連邦のガンダム技術が偶然融合したことで誕生した異端のモビルスーツ。機械でありながら生物のような本能で動くと恐れられ、一部地域では深海の王とも呼ばれる。チャンネル登録
高評価お願いします。